こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミー、ザ・ガイアハウス・オーストラリアの開運先生術師、新海真希です。今日のテーマは、2025年4月の21日に魚座で土星とノースノード、日本ではよくドラゴンヘッドっていうと思うんですけど、これがコンジャンクションくっつきますというお話です。で、しかもその3日後には同じ場所で金星とノースノード、ドラゴンヘッドがコンジャンクションします。で、ドラゴンヘッドっていうのは、占星術ではもう最も重要な意味を持つ感受点の一つです。私たち個人の人生、それからソウルジャーニーとしての人生、ジャーニー。どちらにおいても、ソウルの進化の旅の道しるべっていうのがドラゴンヘッドなんです。その向かう先に行くことがゴールです。ドラゴンヘッドの示す先に光があります。つまりそのドラゴンヘッドっていうのは、ソウルの目的であり、運命でもあります。で、運命っていうのはやっぱり逆らわないということも大切なんですね。先生術をやっていると、もうこれ身に染みてわかるんですけれども。それからさらに今世で学ぶべきこと、努力して伸ばすべき資質、そして進化が求められている領域とか、あなたが達成を目指すべき場所、ある意味だから、ここから起こるその未来を示してるんです。で、未来だからこそ、やったことがないから、慣れてないから難しいから、イコールチャレンジではあります。でも、そこに向かって努力をしているということが、人類共通の、目的なんですね。宇宙が私たちに期待していることなんです。だからそこに向かって努力をしていることを宇宙が上から見て認めたときに、私たちの人生により光が差して、より導きが起こるんです。ですからやっぱりこう無視しないことがとても大事なんですね。で、特にですね、今回他の動画でもうすでに、1月に上げてると思うんですけど、今年1月にドラゴンヘッドが、そのノースノードは魚座に、久しぶりに戻ってきました。そしてこれから2026年の8月ぐらいまで結構長い間魚座に滞在します。で、この魚座のドラゴンヘッド期についても別の動画ですでにですね、魚座のドラゴンヘッド期ってこういうことよっていうのをたっぷりお話ししてるので、まあ、そこも振り返ってみていただきたいと思います。で、改めて本当にいつも見ていただいてありがとうございます。何らかのこうご縁で導かれて、今日初めて見たという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ぜひね、これからよろしかったら、同志として一緒につながっていただきたいと思います。サブスクライブね、していただくと、ちょこちょこ上げている動画を見ることができます。ここにはとても素晴らしいエネルギーが流れていて、本当に感じます。ですから、なんかこの動画を見ていただくだけでも、世界中に散らばっている、同じような思いを持つ人たちとつながれているなという感覚で楽しみにいつも遊びに来ていただくと嬉しいです。直接私がライブでは1月、毎週金曜日にインスタグラムで朝ライブを短くしています。開運になるための音をお届けしたり、光で包んだり、こういろんなこと一人でできないことをやってますので、よかったらそちらもね、ぜひご覧いただくと、直接やり取りができて楽しいです。さあ、ということでですね、魚座のドラゴンヘッド期なんですけれども、まあ、動画で詳しく説明してるけど、さっとだけおさらいをしておくと、ドラゴンヘッドが魚座ということは、ドラゴンテールが乙女座というセットに必ずなってるんですね。で、この18ヶ月は、魚座の精神的なつながりが光で、乙女座的な物質的なつながりは影となるということです。もう一回言っておきますけど、乙女座が悪いわけでも何でもないですよ。乙女座の人とは関係ないです。そのどの星座にも光と影があって、ドラゴンテールがいると影が出やすいだけです。ね、ドラゴンヘッドがあると光に導きやすいだけです。なので、まあ、精神的なつながりの方がいい。それからあるいは、魚座はソウルの存在としての私たち自身を捉えていて、乙女座は今世っていう限られた人生を示す。やっぱりこれはソウルの存在がいいということ。で、あるいはもう魚座は見えない世界。乙女座は見えているものっていうふうに考えることもできますね。あと、魚座は感情や直感で感じること、乙女座はもう分析して細かくよく考えないと決定しない。あるいは、魚座は思いやり、他者への愛、寛容さ、乙女座はジャッジすること。あるいはもういくらでもあるんですけど、魚座は代替医療とか、オルタネイティブ医療で、乙女座は西洋医学。
とかですね。こういうふうに大きく分けることができて、この魚座のところの方に光が出るよということなので、つまり過剰に分析してしまい、考えすぎてジャッジしてしまう傾向から、もっと大きな見えない存在を信じたり、自分のまだ見えてないもの、見えてない可能性に信頼を置くこと、こういうことを学んでいくときでもあるし、他者への愛っていうのを育んだり、自分自身も完璧じゃなくてもいいよって許してあげることを学んだり、そういう18ヶ月間にいるよということです。そしてこのノードと、ドラゴンヘッドと惑星のアスペクトっていうのは、個人のソウルの目的とか、ソウルジャーニーそのものを形成する上で重要な役割を果たしていきます。例えば、ハードなアスペクトを取っていると、カルマとか教訓のテストを受けるときであり、ちょっと厳しい感じですね。で、ソフトなアスペクトは成長を促してくれるような出来事やチャンスが舞い込みやすくなるみたいな感じ。そして今回は土星とのコンジャンクションです。土星とのコンジャンクションは基本ハードです。で、土星はね、最も困難な進級テスト、めっちゃ難しいテストを与えてくるティーチャーなんです。で、それはあなた自身が本気でレベルアップしたいとか、その試験に絶対通って、その大学のその学部に行きたいんだ、本気でそこに行きたいんだっていう魂の情熱があって、そのための努力をコミットしない限りは、通ることが難しいセンター試験みたいなテストなんです。これが今回、この周辺にやってくるということなんです。ただね、まず、このどこで起こるかというと、せっかくなんで、またちょっと一瞬チャートを見せますかね。土星がね、適当なことを言っているわけじゃなくて、いつもね、見える形のエビデンスも出していきますよ。はい、これですね。どこで起こるかというと、土星、どこだ ?Where's you? ここです。で、26.50って書いてあるんです。ここで起こっていて、もうこの25度の金星が迫ってるんで、この3日後に金星が同じ場所に来るということなんですけれども、よいしょ。この度数は占星術で魚座の27度とみなすんですが、ソウルレベルの深い目的を今世で成就できるっていうめっちゃ素晴らしい度数なんです。先生自身の大好きな度数なんです。できればもう今世で終わらしちゃいたい、ね、今世で目標達成したいみたいな、そういう方にとってはこれもとても羨ましい度数なんですけど、しかもこの3日後に金星も同じ27度で5となるんですね。つまりこの時期は理想のゴールへの道、ね、一生懸命やってるジャーニーにおいて、土星的な現実的な問題や課題はすごく大きく浮き彫りにドーンと大きな岩のようにその道に来るんですけれども、それをどうやってどけるか、あるいはどうやって乗り越えるかっていうのは宇宙からのテストなんです。ロールプレイ、ね、ゲームなんかやってると、これを超えたところに最終ゴールがあるみたいな、ありますね。この問題を解かないと進めないみたいな。そのテストなんです。でもこれ考え方によっては、今回は中間テストとか期末テストみたいな、ただそれが終わっても、まだ同じレベルにね、同じ中学2年生、中学3年生にいなきゃいけない。なのに成績をつけるためだけのテストじゃなくて、大学入試だから、必ずこれに通るとレベルが上がるってこと。レベル上げのためのテストなんです。ということは、その後のご褒美も大きいはずです。皆さん、期末テストより大学入試の方がやる気が出ますよね。だから今、やる気を出すべき時なんです。で、しかもこれも前に動画で上げてます、1月に。1月にまず海王星とドラゴンヘッドがくっつきました。その動画も見ていただくと分かるんですけど、そこではちょっと私はクリスタルショップね、ここ、私の経営するクリスタルショップなんですけど、の経営者なので、自己宣伝みたいにもなるんだけど、クリスタルとかハーブとか地球からの恩恵ですよね、マザーアースの恵みです。これとか、あとよりスピリチュアルな生き方に目覚めていく、そういうエネルギーを持つことが幸せな人生のヒントとなるということもお伝えしました。だからこの代替医療とかも重なって、西洋医学の薬が絶対ダメなわけじゃないんだけど、それ以外にもハーブとか、そういうもので私たちはかつて、もちろん薬を飲まなきゃいけないものもあるかもしれませんけれども、飲まなくてもそういうものでなんとかなるものにまでやってるかもしれないじゃないですか。
だからやっぱりね、この海王星、お羊座に入っていくこの時代、そしてドラゴンヘッドが魚座にあるこの時代っていうのは、そういうもともとあるものをうまく使って、それで健康になるとか幸せになるとか、そういうこと、ね、クリスタルとかハーブのエネルギーで健康になれるよ、お薬飲まなくてもいいかもよ、みたいなものに目覚めていくのがいいよということをお伝えしました。で、それはこの美しい星、地球に生まれたことにもっと感謝する生き方なわけです。地球を怪我してしまうような、体を怪我してしまうようなものではなくて、自然界のあるものの中でっていう感じですね。それが宇宙に愛される人になる秘訣だよという、この流れがあるわけです。で、その流れの中で私たちが今直面している土星的な課題っていうものを前に、それがもうワンランク上の生き方。そのランクっていうのは、土星、土のね、時代的な、これはヘラルキー。ヘラルキーのランクではなくって、もう魂の成長のランクですね、を目指すチャンス。あるいはそのためのテストがやってくる。で、ここで土星は制限する。これはもう先生術書1ページ目に書いてある。でも、イコール悪いってなっちゃってる人が多いんですけど、制限イコール悪いでしょうかっていう問いかけがあるということなんです。これがドラゴンヘッドとの号です。もっと欲しいのに足りてない。ということは制限されていることイコール悪いってなっちゃいますけど、あるいは持ち物を奪われる。これも制限される。悪いってなっちゃうけど、これどっちもどうですかってよくよく考えてみましょう。もっと欲しいのに足りてないとか、持ち物を奪われるっていう状況を作り出すのが土星とドラゴンヘッドの5です。そのような出来事はとても多くもうすでに起こっていますね。近づいてますから、それは自然災害の時もあるし、何かこの間の動画でもあげましたけど、投資して増やそうと思っていたものが逆に減ってしまうとか、これは起こるべきして起こっていて、私たちね、何かを気づけようと言ってるわけです。だからその何か減っていくとか足りていないことによって将来に不安を感じているならば、それを増やそうとすることじゃなくて、これからどんどん奪われていく時代なんです。だとすると、それをするよりも、そういう精神状態自体をレベルアップしませんか？本当に足りてないですか？持ちすぎてるんじゃないですか？だとしたら、減った方がいいっていう考え方もありますよねっていう感じ。安心のためにもっと増やして貯めてきたものの手放しが始まると、一瞬不安になるかもしれません。例えば食料も物質的な豊かさも、これだけ必要と思い込んでいて、それが足りてないと思っているだけで、本当はもっと身軽になれた方が受け取れる喜びっていうのはあるかもしれないんです。これは先生術師、私もいくつかの動画で上げたし、ほとんどの人が言ってるように、先生術的には、その物質的なものがどんどん不足していく、一番顕著なのは食料とか水の不足、これは私も挙げましたけども、天体の動きからも今後の未来に最も危惧されることの一つなんです。でも、だから恐れるというか、じゃあもうちょっと少なくてよくないですかっていう感じ。もっと水制限して使ってもいいし、もっと食べ物そんな食べないといけないですかとかね。私たちはこれまで作りすぎて、余りすぎていただけかもしれないよというのが土星と、ドラゴンヘッドの5、コンジャンクションの問いかけです。あるいは富も食料もありすぎるところと足りてないところが地球上にあるから、バランスが悪いだけで、ありすぎるところから減っていってるだけじゃないですかっていう考え方もあります。私たちがもう一度バランスを取り戻すことを人類に思い出させるために起こっているシフト、これが2025年から2026年に私たちがサファーリングしていると思うかもしれないけど、実はこれは原点回帰への目覚めのチャンスでもあるかもしれません。そう考えると、本当に日本人の方って、私は海外に住んでる余計思うんですけど、もともと粗食で、必要なものは必要な分、でもちゃんと3食食べるんですよ。これ減らすのじゃあ、私朝ごはん抜こうは本当に本当にやめてほしい。私はそういう生活をしていた時に体の調子が悪くなって、必ず朝ごはん食べるってなったら、痩せたし、快調だし、本当に大事なんだと思ってますが、その一食の量ね、のことを言っているわけですけども、もう食べ過ぎなんですよ、全体的にみんな。でも日本人の人は比較的やっぱり
なんかこう、そこはすごく素敵な、なんか伝統のようなものがあるような気がします。やっぱり和食っていうのは、とてもハンブルですよね。だから本当は日本人の人こそこういうことにいち早く気づく、西洋ナイズされるよりは、日本人らしくいることの方で、私たち外にいる側が日本みたいな素晴らしいよねって、逆にこちら側がこう学んでいくようなことも起こっていくかもしれません。だからそれがね、日本人が逆に言ってしまってたらもったいないということなんです。だから私たちはこうちょっと多すぎている今、これを見つめ直す時期が起こっている。昔の日本のような生き方っていうのが多分宇宙が求めていることだと思います。これがドラゴンヘッドと土星の豪の時期にもう今すでに気づきつつある人たちも起こっていると思いますし、金星もこの後くっつくってなると、もっともっとではなくて、この今の状態で感謝を感じる。だからこれ以上増えなくてもいい。なんならもっと減らしてもいってもいいんだから、じゃあ減っていくことに何の心配もしなくてもいいわという流れかもしれません。ちょっと思い出しちゃったんで余談なんですけれども、先日ですね、もう本当にマテリアルワールドで大成功されている方のセッションさせていただきまして、ちなみに結構多いんです。旧有名企業のこうトップの方とか、来ていただくことが、陰ででしょうけどね、大っぴらには言ってないでしょうけど、やっぱり先生術の流れをこう見ながら新商品ラウンチしたりとか、やっぱりされているんですね。で、欲しいもの、家、名声も何もかも手に入れた人ですけれども、その上で一旦それらを手放した状況をちょっとあえて、この人生の何ヶ月間をやってみたそうです。そしたら、物が少ない日常、大きな家よりも、こう、小回りの利く、この小さな、その方の小さいはちょっと私の小さいと分かりませんけど、日常がとっても軽やかで、サクサクと動いて、いかに幸せであるかに気づいたんですっておっしゃってたんです。だから物に溢れていることが幸せだっていうのは、ひょっとしたら私たちの思い込みかもしれない。だから減っていくことに恐れを感じてしまっていて、これ余計な恐れかもしれません。そんな気づきをね、でも自ら感じることができるこの人だからこそ、やっぱり常に豊かさがその人にやってくるんだなぁなんて感心もして、見習わなきゃなぁなんて私も思った次第です。ということで、土星とドラゴンヘッドがくっつくこの前に、もうこれ、この動画をだから早めに出してるわけですけど、断捨離しませんかっていうことです。家の中に本当に必要で使うもの、絶対的にものだけにしてみる。そうすると、家のエネルギーがすごく回り出すのを感じます。そして周波数が確かに上がったということを感じる人が多いと思います。もうその瞬間、その空いたスペースに皆さんにとって本当に幸せになるエネルギーが多分宇宙から与えられるっていう流れが、この今のドラゴンヘッド、土星、金星がこうくっついていく時期だと思うんです。なので私もこの時期に別に季節外れですが、大掃除をしてみて、荷物を全部半分に減らしたいと思います。もう1ヶ月以上使っていないものは、ちょっと処理していこうかなと思います。あるいは必要としているところにこう無償で差し上げるとかいうことをしていきたいなと思っています。それから食生活も見直して、1日3食食べる。これは大事。つつも、その量とか質とか、こんなに脂っこいものはいらないかもしれないとかね、体が満足するものでいいのかもしれないみたいに見直していこうかと思っています。皆さんもそれがこの時期おすすめです。そしてそういう皆さんにきっちりご褒美がやってくるのではないかと思います。ちなみにある時私のところに7という数字がやってきて、何回も他の動画でも話してますけど、このセプタグラム、ソウルジャーニーコーチ、リーディングのこうカード、65枚のカードが降りてきて、これでカードリーディングも私もやってるんですけど、先生術のカードもこの中にはいっぱい入ってます。本当に宇宙から受け取った画像の通り作ってるんです。私、絵が描けないので、描ける方に描いていただいて。で、例えばね、土星だったらこれだったんですよ。土星って、こういう神様の絵を描いてグリーンにして鎌を持たしてみたいな、これで刈り取っていくんです。だから自分で育てたものを刈り取っていくから、何も余分なものを持つ必要はないんですよ。今必要な分だけ刈り取っていくから、これが土星の愛のイメージですね。でちなみにドラゴンヘッドはこれでまっすぐ上をもちろん向いてます。光の方向に向かっていく。これがドラゴンヘッドです。
さあではこのカードもこの中に一応出るかもしれないから入れて、皆さんへ愛のメッセージ。最近これがですね、とても本当に占星術好きの方がここにいらっしゃると思うんですけど、占星術だけじゃなくてこのセプタグラムソルジャーにカードリーディングのファンになりましたと言ってくださる方がとても増えていて嬉しいです。ちなみにこのメソッドの、ね、占星術習うより本当にこのカードリーディングっていうのはとても簡単に習った次の日からできるんです。しかも占星術のカードだから占星術のエネルギーも入っていまして、プラクティショナーレベル1、2、3こうティーチャーコースっていうのを用意してまして、どなたでもウェルカムですから同志になってくださる方今いっぱい増えて、日本からもたくさんオーストラリアにわざわざ習うのは動画でできるんですよ。イベントとかある時にお手伝いに来てくれる仲間も増えてきました。お仲間募集中です。では一番上のジェミニーです。見てこのこれも、一番たくさん羽を描いてくださいっていうメッセージでこのカードになったんです。これは羽のように軽やかにです。羽さえあればいいじゃない。持ち物なくってもいいじゃない。持ち物多いと羽のように飛べませんよね。ですからやっぱりいろんなものを少なくしていく。そして今いろんなことが少なくなっていっている流れって実は地球にとっても私たちにとってもいいことなんだっていうポジティブに受け取ってもいいというメッセージではないかと思います。ということで皆さんも一緒にお掃除やってみてください。素敵な一日を。